複数の作業者が動作するタイミングを合わせる方法について説明します。動作するタイミングを合わせることで、複数の作業者が一緒に一つの製品を搬送しているような見た目を表現できます。本動画では、2人の作業者にメインの製品とダミーの製品を搬送させる設定までを説明します。事前ファイル、タイミング_before.vcmx を開きます。シミュレーションを実行します。フィーダーで生成された製品をアンナがコンベアまで搬送しています。オットーは動作しません。シミュレーションをリセットします。一つのヒューマントランスポートコントローラーに複数の作業者を紐付けて制御した場合、作業指示を出すと手が空いていて近くにいる作業者が自動的に割り振られます。作業ごとの作業者個人を指定することはできません。今回は異なる立ち位置の作業ごとに作業者個人を指定したいため、ヒューマントランスポートコントローラーを分けます。フィーダーをもう一つ追加し、フィーダーからコンベアまで製品を搬送する作業者をオットーとします。3D ワールドでフィーダープロセスを選択します。コントロールキーと C を押し、コピーします。コントロールキーと V を押し、3D ワールドに貼り付けます。3D ワールドにフィーダープロセス2が追加されたことがわかります。フィーダープロセス2を移動させます。コンポーネントプロパティウィンドウの座標を変更し、3D ワールドでの位置を変更します。X は0、Y は-400です。フィーダープロセス2で生成される製品の搬送経路を設定します。プロセスタブを開きます。エディターグループのフローを選択することで、製品の搬送経路と搬送方法を設定できます。3D ワールドに表示された青い丸は作業場所を表し、プロセスノードといい、青い丸にカーソルを合わせると表示される文字は作業場所の名前を表し、プロセスラベルと言います。プロセスノード同士をつなぐ矢印は製品の搬送経路と搬送方法を表し、トランスポートリンクと言います。フィーダープロセスとフィーダープロセス2のプロセスラベルには、フィーダーと表示されています。2つの作業場所を区別するため、名前を変更します。フィーダープロセス2のプロセスラベルを右クリックします。ルーチンプロパティウィンドウの名前をフィーダー#2に変更します。フィーダー#2、トゥーコンベヤー間にトランスポートリンクを設定します。オットーが製品を搬送するため、オレンジ色の人アイコンを選択します。トランスポートリンクは 3D ワールドとプロセスフローエディターウィンドウの両方に設定する必要があります。プロセスラベルを選択することで 3D ワールドとプロセスフローエディターウィンドウの両方に設定できます。3D ワールドにのみ設定する場合、プロセスノードを選択します。選択する順番はフィーダーにトゥーコンベヤーです。フィーダーにトゥーコンベヤー間に矢印とオレンジ色の人アイコンが表示されていることがわかります。プロセスフローエディターウィンドウにのみ設定する場合、プロセスラベルをプロセスフローエディターウィンドウのフローステップにドラッグ&ドロップします。フィーダー2のプロセスラベルをプロセスフローエディターウィンドウのフィーダーの下にドラッグ&ドロップします。シミュレーションを実行します。アンナとオットーが交互に製品を搬送していることがわかります。シミュレーションをリセットします。アンナとオットーが搬送する製品を生成する設定を変更します。エディターグループの製品を選択することで、生成する製品の情報を定義できます。製品タイプエディターウィンドウにフローグループと製品タイプが表示されています。フローグループとは製品の搬送経路のグループであり、所属するすべての製品タイプはフローグループに設定された搬送経路に沿って移動します。製品タイプでは生成する製品の保有する情報を定義できます。フローグループ番号1に製品タイプを追加します。フローグループ番号1を選択します。検索ボックスの右側にあるプラスアイコンを選択します。
製品タイプを追加を選択することで、新しい製品タイプを追加できます。プロパティウィンドウでネームをダミーに変更します。コンポーネント URI で生成する製品の見た目を定義できます。製品の見た目を定義する方法は3つあります。1つ目は、外部のコンポーネントファイルを読み込む方法です。コンポーネント URI の右側にあるボタンを選択し、開くウィンドウで外部のコンポーネントファイルを指定することで定義できます。2つ目は、3D ワールド上のコンポーネントを選択する方法です。ボタンの右側にある Pick Component from 3D ワールドアイコンを選択し、3D ワールド上のコンポーネントを選択することで定義できます。3つ目は、VCID を入力し、eCatalog のコンポーネントを読み込む方法です。入力ボックスに VCID コンポーネントの VCID と入力することで定義できます。今回は eCatalog のコンポーネントを使用します。eCatalog を表示し、タイプ別モデル、Basic Shapes のブロックジオを選択します。右クリックし、メタデータを表示を選択することで、ブロックジオに関する情報を表示できます。VCID を選択し、コピーします。プロパティウィンドウのコンポーネント URI に VCID コロンと入力後、コピーした VCID を貼り付けます。生成する製品を変更するため、フィーダープロセスにを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのプロダクトクリエイタータブを選択します。パーツで生成する製品の製品タイプを指定できます。ダミーを選択します。同様に VC_CAN の製品の見た目をタイプ別モデル、プロダクツ&コンテーナーズのドラムに変更します。シミュレーションを実行すると、白いブロックと青いドラムが生成されたことがわかります。作業者の立ち位置を追加します。作業者の立ち位置を変更する方法の詳細は、動画、作業者の立ち位置を変更しようパート1、作業者の立ち位置を変更しようパート2を参照してください。オットーの立ち位置を指定します。To コンベヤープロセスを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのリソースオフセットの TX を-800、TY を-400、RZ を0に変更します。アンナの立ち位置を指定するため、フレームを追加します。フレームとは 3D ワールド上で位置と方向を定義する基準点です。To コンベヤープロセスを選択し、ヘルパーツールからフレームを作成を選択します。フレームを作成ウィンドウの新しいフレーム名に名前を入力します。名前はニューポジションです。既存のフレームの座標を参考にするため、ここからロケーションをコピーで、リソースロケーションを選択します。アンナとオットーを横に並べるために TX を-800、TY を400に変更します。フレームを作成するを選択し、新しいフレームを追加します。出力ウィンドウにフレームが追加されたことを示すメッセージが表示されたことがわかります。閉じるを選択します。3D ワールドにフレームを表示する場合、3D ワールドツールバーのフレームタイプを展開し、フレームにチェックをつけます。フレームタイプアイコンが透明な場合、機能は無効となっているため、アイコンを選択し、有効にする必要があります。3D ワールドにフレームを表示できます。現在、To コンベヤーはフィーダーまたはフィーダー2の搬出命令のどちらか一つのみを受け付け、コンベヤに製品を搬入しています。もう一つの搬出指令は、実行中の搬送が完了するまで受けることができません。フィーダーの搬出指令を受けながら、同時にフィーダー2の搬出指令を受ける設定に変更します。トランスポートインステートメントは製品を搬入することはできますが、他の処理を同時に実行することはできません。To コンベヤーのトランスポートインを選択し、右クリック、
削除を選択します。ステートメントアイコンを選択し、追加可能なステートメントの一覧を表示します。プロセスフローステートメントからトランスポートイン開始を選択します。トランスポートイン開始ステートメントは製品の搬入完了を待つことなく、次の処理を実行できます。スタートトランスポートインをトランスポートアウトの上にドラッグ&ドロップします。製品を2つ搬入するため、スタートトランスポートインを選択し、右クリック、コピーを選択します。既存のスタートトランスポートインを選択した状態で、右クリック、貼り付けを選択します。スタートトランスポートインの下にトランスポートアウトがある場合、搬入指令と同時に搬出指令が出されるためエラーが発生します。複数のスタートトランスポートインで同じ製品変数名を使用している場合、すべてのスタートトランスポートインが完了するまで待機します。搬入される製品の変数名を定義します。ステートメントプロパティウィンドウの製品変数名をプロダクトインに変更します。コンベアに製品を搬入するときの作業者の立ち位置を変更するため、リソースポジションフレームをニューポジションに変更します。製品の搬入が完了するまで待機します。ステートメントアイコンを選択します。プロセスフローステートメントからトランスポート待機を選択します。トランスポート待機ステートメントは、トランスポートイン開始ステートメント、またはトランスポートアウト開始ステートメントを実行している場合、製品の搬送が完了するまで待機できます。ウエイトトランスポートをトランスポートアウトの上にドラッグ&ドロップします。搬入する製品変数名が2種類あるので、ウエイトトランスポートを選択し、右クリック、コピーを選択します。既存のウエイトトランスポートを選択した状態で、右クリック、貼り付けを選択します。ステートメントプロパティウィンドウの製品変数名で指定した製品が、搬入完了するまで待機できます。製品変数名は、一つのプロセス内でのみ使用可能な製品の名前です。ステートメントプロパティウィンドウの製品変数名をプロダクトインに変更します。プロセスフローステートメントから製品削除を選択し、コンベアに白いブロックが流れる前に、白いブロックを削除します。トランスポートアウトのステートメントプロパティウィンドウの製品変数名をプロダクトインに変更します。シミュレーションを実行すると、オットーが搬送している白いブロックが削除されていることがわかります。2人の作業者がメインの製品とダミーの製品を搬送させる設定までの説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。